こんにちは、モネです。今日は入居前にやっておいて本当に良かったことを紹介します。といっても引っ越し関係なく今住んでいるお家にもすぐ取り入れることができるものもあるので、お家の掃除を楽にしたい人や少しでも綺麗を長続きさせたい人もぜひやってみてください。ちょっとの予防でね、こんなに日々の掃除が楽になるのかと驚いています。引っ越しで荷物を新居に入れる前、入居前やることで結構ググったんですが、もうほんとね、やる項目がたくさんありすぎて、私はとりあえず片っ端からやってはみたんですが、中にはってものもあったんで、これだけは本当にやっておいた方がいいよっていうものを厳選してあります。体験談も踏まえて紹介しているので、よかったら最後まで見ていってください。今日の動画は入居前にすることをこれだけは絶対やっておいた方がいいよっていうものをお届けするんですが、他にも引っ越しはやらなきゃいけないことだったりとか、やっとくといいことはたくさんありました。やり残しがないよう引っ越しチェックリストを作って無事引っ越しを終わらせたので、これから引っ越しでやらなきゃいけないことを一覧で知っておきたい人やチェックしながら確認したい人用に無料でダウンロードできるようにしたので、よかったら使ってみてください。概要欄と固定コメントにリンクは貼っておきます。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。本当にやってよかったことは、お風呂の防カビ炎剤、レンジフードフィルター、コンロのフレームカバー、トイレの隙間フィル、トイレのスタンプで、鏡の曇り止めと洗濯機の底上げ台設置、この7つです。一つずつ詳しく紹介していきます。まずはお風呂の防カビ炎剤。お風呂の防カビ炎剤は2ヶ月に1回使うことで黒カビが生えにくくなったりとか、ゴシゴシ洗う掃除が減るので、かなり掃除の負担が軽くなります。1個約500円くらいです。実験も兼ねて1ヶ月お風呂の壁だったり天井、床の掃除をせず、シャワーで洗い流すぐらいしかしてなかったんですが、ピンクっぽいヌメヌメしたもの、カビも生えてません。天井やドアの隙間はさすがに生えてるかななんて思ったんですが、煙が隅々まで届いていたおかげなのかカビを防いでくれてます。前のお家では一度もお風呂場の防カビ対策をしてなかったので、ドアの隙間や隅っこ、天井にもカビが生えたことがあります。気づくとピンクっぽい汚れが隅っこにあったりとか、結構しんどい掃除だったので、特にドアのカビは頑固で必ず歯ブラシでゴシゴシしてましたね。2ヶ月に1回500円ほどの煙でこれだけカビが生えにくくなるなら、かなりコスパいいんじゃないかなって思いリピ買いしました。実は煙だけで本当にって結構半信半疑だったので、最初だけ1個のものを買いました。ごめんなさい。もうね、定期的にやっていきたいので、今回からは迷わず3個パックを買ってストックすることにしました。煙の散布から煙が落ち着いて換気するまで2時間近くかかるので、入居前の準備に来たら真っ先に取り掛かることをおすすめします。お次はレンジフードフィルター。こちらは100均で手に入ります。私はダイソーの磁石で貼り付くタイプのものにしました。次の交換には磁石がいらないので、フィルターだけが入ったものを買おうと思ってます。交換時期の目安は料理の頻度だったりとか、油をたくさん使う料理が多いかで左右するんですが、フィルターの汚れが加速する揚げ物の頻度が多いお家では月に1度、そんなに揚げ物しないよってお家では3ヶ月に1度でいいそうです。3ヶ月に1回100円で掃除が断然楽になるのでおすすめです。ほんとね、油汚れは頑固でなかなか落ちないし、匂いもあるのでね、ほぼ毎日2食ご飯を作ってて、時々揚げ物をするうちなんですが、2ヶ月でこれだけ汚れます。真っ白だったフィルターは黄色くなってますね。お次は同じキッチン関連でコンロのフレームカバーもやって損なしです。意外とコンロの隙間って汚れがたまるんですよね。しかもなかなか汚れが表面に出てこないので、末期になるまで全然気づかないんですよ。
末期の状態だと油汚れがねちょっとして、しかも隙間だからなかなかかき出せないっていうか、ほんと掃除で苦戦するとこなので、綺麗なキッチン周りを保ちたい人はぜひやってみてください。ちょっとねいろいろあってフレームカバーをしてない日が1週間くらいあったんですが、1週間でこの汚れです。いろいろあったについてなんですが、なかなか自分の家のコンロにフィットするものに出会えず、結構いろんなものを試しました。その試してる間に1週間くらいつけれなかった日があったんです。最初はこちらの東洋アルミエコプロダクツさんのフレームカバーフリーサイズを購入したんですが、粘着力があまりないタイプで、貼り方に結構コツがいるみたいですね。私は失敗しました。何日か経って端の方から剥がれていってしまったので、私は使うのをやめました。 Amazon のレビューを覗いたんですが、同じような人がいっぱいいましたね。うまく貼れる人にとってはすごく使い勝手がいいものになっているようです。次に買ったのはセリアで売っていたコンロの隙間ゴム。チューブ型になっているので誰でも取り付けが簡単です。しかもね、いろんなこういうカバー類のものって500円いや1000円近くするのに100円っていうね、やっぱ安さは魅力ですよね。しかしながら私のチョイスミスで IH コンロ対応でした。私のお家はガスコンロだったんですよね。何よりね、隙間にはまりませんでした。隙間の幅によって対応していないお家もあると思うので、購入前はお気をつけください。ということで、コンロの隙間ゴムもダメだった私なんですが、今はアクリル製の透明な粘着テープを使っています。ちょっとねブランド名の読み方がわからないんですが、3センチ幅10メートルのもので約900円。しっかり貼れて満足してるんですが、この子はちょっとね角が苦手です。切れ込みを入れてカーブさせてみたりと試したんですが、まだちょっとうまく使いこなせずにいますが、私は結構これが一番自分に合っていました。お次はトイレ。トイレの匂いの原因が隙間汚れと聞きまして、これはね絶対やらねばって思ったので、便器と床の隙間を埋める作業をしました。使ったのはキッチンのコンロの隙間をなくすものでも使ったこのアクリル製の透明な粘着テープ。粘着テープを使う前はこちらの隙間フィルを最初使ったんですが、乾くまでにかなり時間がかかって、でゴミがそのまま付着して固まっちゃったり、乾く前に足の指についちゃったりで、さらにね私の付け方が悪く、ただジェルを置くだけだと滑らかにならないんですよ。なんで乾いた時にボコボコするので、そのボコボコにトイレの床拭き掃除をしたら引っかかっちゃって一部剥がれちゃってみたいなことがありまして、私には合わなかったのでテープタイプを使いました。何より一度開封したら使い切るか捨ててしまわないと中身が固まってしまうので、トイレ以外に使う場所がない人にとったら結構コスパ高くなっちゃいます。なので個人的にテープタイプはおすすめです。私の家はトイレも洗面所もお風呂場も洗濯機置き場も一つの部屋になっているので、やっぱり匂いは気にしたいということでね、2ヶ月経ちますが変な匂いだったりなく、掃除もしやすくて綺麗な状態を保てています。そしてもう一つ、トイレの外側の綺麗は隙間を埋めて対応していますが、トイレの中側の綺麗はスクラビングバブルトイレスタンプを使っています。これも本当に便利ですよね。トイレの黒ずみも全然できていませんし、流すたびに香りが広がるのも清潔感があってありがたいです。洗濯機の底上げ台は思いのほか役立ってます。前のお家では底上げ台使ってなかったんですよ。なので大した掃除ができていなくて、それこそじょうろで水を流してほこりを流す程度といいますか引っ越しの日に今までたまりにたまった10年分の汚れが見えてしまって驚愕しました。水垢がとかカビがってわけじゃないんですが、あれはほこりなのかな。もうなんかほこりやらカビやらいつの間にか洗濯機の後ろに落ちちゃってた
歯ブラシやコップなどね、いろいろ出てきましたね。水回りの匂いって結構トイレや洗面所の汚れから来るだけだと思ってたんですが、洗濯機もその原因の一つだと思ったので、底上げすることで掃除ができるようになりました。底上げしたことで落としちゃった靴下なども取りやすくなったので重宝してます。これは本当にね、洗濯機を運び込む前に設置できてよかったです。鏡の曇り止めはいろんなところで目にしてて、結構評判が良かったのでやってみようと思ったんですが、初めてやってみて1週間あんまり効果を感じなくて、最初もしかしてあんま意味ないって思ってたんですが、よくよく考えたら私トリセツをしっかり読んだ覚えがなかったので、改めてトリセツ読んだら、ティッシュなどを使い抵抗を感じるまで塗り広げていただきますと、より効果が持続しますって書いてありました。ほんとトリセツって大事ですね。結果トリセツ通りにしたら2ヶ月経っても曇らず綺麗なままです。お風呂の時に化粧を落とす派なので、マスカラパンダが残ってないかちゃんと確認できていいです。今日の動画は入居前にやっておいて本当に良かったことだけを紹介しました。なんかめんどくさそうとか、汚れた時にしっかり掃除すればいいやって思ってね、なかなか取り入れてこなかったものばっかりだったんですが、2ヶ月経ってみて、ちょっと最初に予防しておくだけで普段の掃除がこんな楽になるとはって思ってなくて、まだ試したことがないものがあったらぜひ試してみてください。これから引っ越しするのよなんていう方は、こちらの引っ越しチェックリストも無料で使えるので使ってみてください。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。シャワーと、なんていうんだっけこれな、蛇口が間違えました。びしゃびしゃになっちゃった。やばいやばい。お風呂のポータビン剤は30秒経つと結構な勢いで煙が出るので、早めに避難してください。てかこっちも煙やばいな。